はい、皆さん、こんにちはです。ビネオです。本日はサーバースラムテストが迫った今、アシャバ討伐向けの、スキル振りをやっていきたいと思います。その第1弾として、今回はバーバリアン。ということで、今回のサーバースラムテスト、最大レベルが20と限定されておりますので、前回の25に比べるとかなりもしかしたら手こずる可能性が出てきます。そして、限られたスキルポイントになってくる中で、このアシャバを討伐しないともらえない、マウントスキンもあるということで、一応、頭の中で保管しながら、今回、こういったスキルフリーあるかもねということで、ご紹介させていただけたらと思います。あくまで一例として捉えていただければ幸いです。それでは、どうぞ。はい、というわけで、では、バーバリアンの、スキルツリー見ていきたいと思います。こちら、D4 プランナーさんの、スキルツリーのシミュレーターとなっております。で、今回なんですけども、スキルの方が、レベル20までということで、19プラスアチーブメントクリアでプラスに、計21で一応計算してます。なので、そこはご了承ください。そして今回、あらかじめ、言われているバーバリアンの変更点、右下にありますけども、こちらで適用されそうなのが、常時発動 10% ダメージ軽減。こちらが大きいんじゃないかなというところですね。はい。で、二刀流、に関してはちょっとなかなかスタンノックバックがボスに関しては難しい。そして後でも言いますけど、ワールウィンドに関してもやっぱり少しボスに対しては攻撃力がそこまで効かないんじゃないかというところで、今回の変更点に関しては一番上が、一番効果があるんじゃないかというところじゃないでしょうか。はい、じゃあ早速見ていきましょう。で、今回基本スキルの方は、継続ダメージ部分考えまして、ここのフレイですね。ちょっとハグとなっていますが、このフレイ部分。はい。出血ダメージが継続的に当たると。で、他の攻撃に関しましては、雑魚に関してはかなり強めとは思うんですが、基本的にね、その場にいてガシッっていう感じなので、なかなかあれだけ動き回るアシャバに対して難しい。で、前回のベータテストもかなりこの出血ダメージがかなり強い効果を発揮していたので、ここはやっぱり基本スキルはこのプレイでいきたいところじゃないかなと。そして、派生スキルの方は、気弱にするということですけども、ここね、はい、一つ取っております。はい。で、続いてのスキルですね。はい。こちら、はい。コアスキルに関して、先ほど言ったこのワールウィンドウに関しては、ちょっと、ボスに対しては弱すぎるので、今回取ってません。で、前回も若干猛威を振るっていました、ここですね、隆起。はい。激動となっています。隆起スキルですね。これがやっぱりかなり範囲が広いのと、前方に打ちやすい。ただ、若干の、やっぱりロスタイムというかな、があるので、そこがちょっと使い勝手が難しいところですね。はい。で、派生スキルはこちらの強化された激変。はい。そして、猛烈な激動、失礼しました。はい。こちらですね、この隆起以外の、攻撃でダメージを与えたら次のダメージがアップするというものになって最大 10% になるということなので、ここをうまくスキルを貯めつつこの隆起で一気に攻撃を上げていくっていうスタイルがいいんじゃないかと思います。ただ、先ほど言ったこの出血系が結構強いので、この連動引き裂くとなってますが、この連動スキルですね、こちらとちょっと悩むかなと。場合によったらこっちマックス取った方がいいかもしれないですね。はい。そして、次のスキルですね。はい、主勢。はい、こちらに関しては、この、キックとかね、パンチ。基本的にアシャバに関しましては、お尻に極力くっついていくような形になると思います。特に近接。で、かなり円を描くように動き回るので、あんまりこのね、キックとか、アイアンスキーに関しても、もう立ち回りをある程度覚えていくしかないのかなという感じはします。なので、こういった、おたけび系ですね。はい。戦いのおたけび系とか、こういった挑戦的なおたけび系。この辺を、うまく活用していく方がいいんじゃないかと思ってます。で、
この挑戦的な叫び、これで一応ダメージ減少を獲得しつつ、ここですね、問題は。はい。一応、この叫び効果中はボーナス最大ライフ 20% アップとなってます。これがやっぱ大きいかなと思います。そして、こちらの戦いの雄たけび。はい。こちらに関しては移動速度ね。先ほど言ったようにかなり動き回りますので、この移動速度アップ結構大事です。そして、資源生成のアップ、これもかなり大きいと思います。そして、派生スキルは、こちら、アクティブ中、この止められないもの。そして、タクティカルラリークライ。こちらも追加リソース発生ということで、こちら取ってます。はい。そして、こちらね、最後にはなってくるんですけども、かなり動き回るという部分があるので、一応移動スキルを少しでもということでプラス。はい。そして、こちらですね。ジャンピングアタック。はい。跳ねる。これでやっぱりかなり、敵の距離を詰めていきたいというところです。はい。なので一つだけ取ってます。そして、ここね、ジャンピングアタックして、敵に与えない場合、クールダウンが発生して、これね、敵に一つでもダメージを与えた場合、ちょっと日本語はここおかしいですけども、はい、ヒューリー獲得するということなので、ここが結構大きいですね、これね。はい。で、シャウトスキルの効果時間アップは一応ここでね、取ってます。今回、割と、叫び編成となってますので、ここの派生スキルは大事かなと思います。はい。そして、何と言っても、バーバリアンの必須スキル、ウォークライですね。はい。これの、大事なところ、味方も増加させたりというところもあるんですが、やっぱりここでバーサーカー化するっていうのがかなり大きいんじゃないでしょうか。はい。移動速度アップと攻撃力アップ。これに応じて、かなり強化されていくんじゃないかなと思います。なので、これ以上下っていうのが基本的にもう取れない状況なので、今回かなり、スキル振り的には結構シビアになってくると思うので、まあ、今回は、まあ、このいう感じかなという感じがしてます。まあ、あくまでご参考にしてください。はい、ということで今回は、サーバースラムテスト向けの、バーバリアンスキル、アシャバ討伐編ということでやってきました。かなり、スキルポイントがね、どうしてもかなり限られてきちゃうので、結構難しいのと、前のベータテストからまた別のね、調整が入ってたりすると全然違ったものになるかもしれませんが、そこはご了承いただけたらと思います。継続的にやっぱりダメージ与えるっていうところと、まあ、しっかり、どうしてもね、アシャバ自体の動きはしっかり理解してる必要があるんじゃないかと思います。まあ、基本的にはね、お尻にひっつきながら、距離をとにかく離されず、近接の場合はダメージを与えていくっていうところがかなり大事になってくるかとは思います。まあ、少しでも参考になれれば幸いです。はい、いつもご視聴ありがとうございます。また、よろしければ Twitter のフォロー、チャンネルの登録をぜひよろしくお願いします。それでは、死んでますが、皆さん、失礼します。